明かりをつけましょう爆弾にドカンと一発ハゲ頭。絶対にそんなもんとはすまないタニアンです。今回はですね、タニアンチャンネル史上初の企業タイアップでございます。いやーなんか感慨深いものがありますね。とは言ってもですね、実を言うと、これまでも何回かありがたいことに企業タイアップの話はもらってたんですよ。ただ、僭越ながら、お断りすることが多かったんですよね。どうしても僕自身が作りたい動画とはちょっと趣旨が変わってきてしまうからですね。まあ、ただ、今回ですね、僕が前々からしたかった食材やったので、謹んでお受けしますってことで、今回の動画に至ったわけですね。その食材というのが、海のミルク、牡蠣。もう僕牡蠣大好きなんですよ。しかも今回届いた量がですね、せーの、今ここに10キロ以上入ってます。もうワクワクが止まらないっす、これ。で、今回の牡蠣、生牡蠣として食べるのがおすすめっていうものがすごく多かったので、今回のメニューとしては、生牡蠣の盛り合わせを4種類。それから牡蠣しゃぶ、そして牡蠣のお味噌汁って感じですかね。で、今回牡蠣の種類も1種類じゃないんですよ。全部で6種類。大きさも形も味も全く違うものらしいので、生牡蠣の盛り合わせで味の比較とかしながら、冬の味覚の牡蠣を楽しんでいこうかなと思います。ワクワクが止まらない。では今日も作っていきましょう。こちらが今回のラインナップですね。ちょっと見づらいんですけど、有明、音伏せ、ふわふわ、石化、ガタのしかめ、ガタの地柿。で、今ここにはないんですけど、このふわふわと同じ品種のもう一個ちっちゃいバージョンの M。こちらも入ってたんで、全部で7種類ですね。いや、これとかめっちゃ可愛いですもんね。音伏せ、甘くて丸い甘えっこ。でもこうやって見ると、大きさも形も柄も全然違いますよね。初めて見たこんなん。で、牡蠣が炒まんごと、開くのは一番最後に開こうと思います。先に今回のソースとか、お出汁を作っていこうと思います。これからソースを1個作っていくんですけど、牡蠣といえばタバスコやと思うんですよ。タバスコ的な感覚で食べれるヤンニョムソースっていうかな。コチュジャンベースのピリ辛ダレ。これを作っていこうと思います。ではこれから牡蠣を開いていきます。で、今から開くんですけど、これなんかは僕がいつも使ってるやつなんですけどね、こういった厚手のグローブか、もしなければ軍手とか、そういったものを着用してから行ってください。結構手切れますんでね。で、まず、牡蠣ってこう見ると、丸っこい方と平たい方があるんですよ。で、構えるときは、こっちの丸い方が下ですね。で、こう見たときに、広くて薄い方と、シュッと尻つぼみで分厚い方があるんですよね。で、こっちのシュッとなってる方が根元っていうんかな。こう開くイメージですね、牡蠣が。なので、この根元側が手前側。で、こういう構え方ですね。で、貝柱がここにありますんで、ここら辺からナイフを刺して、貝柱をタッチ切るって感じですかね。で、今からご紹介する方法が多分一番メジャーな方法やと思うんですけど、若干谷崎流というか、我流が入ります。んで、今回牡蠣と一緒に、こういった本もいただきまして、
この本によるとですね、今からご紹介する方法がサイド開けっていうらしいです。初めて知りました。で、あともう2種類紹介されてて、1つが一番綺麗に仕上げる剥き方。2つ目が、かきむき職人の開け方ってあるんですよ。だから綺麗に開ける方法と早く開ける方法。ここでは内容がバレないようにご紹介はしませんけど、興味がある方はこの本ぜひ。で、昨日の夜ずっとこの本読んでたんですけど、いや、普通に面白いです。多分実食中も多分この本で触れると思います。では開けていきましょうか。ではまず貝の隙間に、ナイフが入ったら、テコの原理で貝をこじ開ける感じですかね。そしたら少し隙間ができますんで、ここの貝柱を切るように横向きに、そしたら若干開きますんで、ここの隙間から確認しながら、貝柱が切れたのを確認して、カッパン。隙間にナイフを入れて、入ったら上下。と横向きに。開く。で、ちなみに、これが貝柱。で、ここが外頭膜って言って、炭酸カルシウムを分泌して、この殻を作る部分ですね。ここのところに心臓があって、これをめくると、これがエラ。で、すごく見づらいですけど、ここの奥の方に口がありますね。っていうのも、この本書いてました。今、ここの貝柱が、こっちの下の殻にまだくっついてますので、ここの接着を外していきます。いや、っていうかですね、これがめっちゃ使いやすいんですよ。こっちが僕が普段使うオイスターナイフなんですよ。前にウニ丼の時にも使ったかな、一回。見てほしいのが、刃の形状が全然違うんですよ。僕が使ってるやつの刃の形状が、両方に傾斜がついてて、で、裏面も同じように両方に傾斜がついてて、例えると、こういった両刃の包丁を重ねたような感じなんですよ。で、こちらが海男さんのオイスターナイフなんですけど、これよく見ると、こちら側にしか傾斜がないんですよ。で、裏返すと、同じようにこちら側にしか傾斜がなくて、例えるならこの柳刃包丁をこうしたような感じ。で、なおかつこの先端の鋭さが全然違うんで、殻の中に入りやすいって感じですかね。いや、これバリ楽。多分牡蠣を普段開く人にはわかるかと思います。この使いやすさが。では開いた牡蠣を洗っていきます。よく、この剥いた牡蠣をこのまんま食べるっていうのがオツだってよく聞きますけど、それもわかるんですけど、このまんまだと結構塩分が強いんですよ。で、それをあんだけの量食べると、さすがの僕も死にますんで、今回は洗わせてください。で、盛り付け方のワンポイントとしては、もともとこういう風に入ってたんですよね、牡蠣が。これを裏返すと、より美味しそうに見えます。一応こちらは変化球として作ったんですけど、今回のこのソース、これに鶏肉を漬け込んで焼いたりとか、あとこれで野菜炒め作ったりとか、何にでも使える万能ソースかなと思います。ザ・ド定番、もみじおろしネギポン酢。最後4種類目はこちらのカクテルソースを使っていくんですけど、このカクテルソースも、こちらの方に書いてあるレシピを使いました。なのであまり詳しい内容は言えないんですけど、タバスコの入ったピリ辛なソースって感じですかね。はい、これで。牡蠣と鮮魚の炙りのカクテルソースイクラのせいの完成です。で、これにて全ての調理が終了しました。
というわけで、無事に完成しました。柿三昧。いや、めっちゃうまそうなんですよ。めっちゃうまそうなんですけど、柿ってこんなにいっぱい食べていいもんでしたっけ？で、今テーブルに並んでる分が生牡蠣盛り合わせ4種類。で、あと牡蠣しゃぶがあるんですけど、ここに乗り切らなかったんで、これが終わってから牡蠣しゃぶっていう感じですかね。で、調理編では特にご紹介しなかったんですけど、こちらがですね、もうすごくシンプルにレモンとタバスコを添えただけの盛り合わせですね。で、生ものなので、早速食べていこうと思います。いただきます。いや、僕まずあれがしたいんですよ。食べ比べをしたいんですよね。冒頭で牡蠣6品目っていうか6種類あるとお伝えしたんですけど、ちっちゃい地牡蠣とか、ちっちゃいシリーズはなんか火を通した方が美味しく召し上がりますよっていう風にお聞きしたんで、あっちは全部牡蠣しゃぶの方に回しました。でもこっちにあるのが、有明音伏せ石化ふわふわですね。だからまずこの4種類を一番シンプルなレモンで食べ比べって感じですかね。でもその前に、うまっ。どれからいこうかな。まず有明からいこうかな。うわぁ、もう見て見て。うわぁ、これ絶対うまいやつ。幸せすぎる。うまっ。なんだろう、なんかうますぎてなんか眠たくなってきた。僕もともと牡蠣苦手やったんですよ、正直言うと。大学生ぐらいまでかな、すごく苦手やったんですけど、だんだんと分かってきましたもんね、牡蠣の美味しさが。てか、有明うまっ。じゃあ次が、甘くて丸い甘えっこ、音伏せ。うわ、全然違う。うわ、マジで全然違う。なんこれ。うわ、音伏せうまっ。多分これ、牡蠣苦手な方でも食べれるはず、これ。めっちゃ甘い。うわ、音伏せうまっ。じゃあ次、石化いこうかな。石化。なんかすごく希少な品種みたいで、すごく楽しみなんですよ、これ。これ難しいな。待って、これもう一回有明いこう。多分有明がですね、僕の思う牡蠣に一番近い味というか風味かな。で、石化の方は牡蠣の美味しいところが強くなってる感じ。今んとこ、僕食感は有明が好き。でも風味は石化が好き。でもそれよりも音伏せが好き。じゃあ次、ふわふわいこうかな。ふわふわ。でももう一回有明いこう。確かにふわふわしてる。サクって切れる感じじゃなくて、本当に柔らかい。ふわふわしてる。うわ、面白い。こんなにも違うんやね。同じ牡蠣でも。でかっ。これ牡蠣漬けにはたまらんね、これね。バリうま。で、甘い牡蠣には辛口のビールが合う。とりあえず、レモン完食。続いてがヤンニョムソースですね。うまっ。まず、牡蠣自体のパンチがすごく強いので、こんぐらい結構味の濃いヤンニョムソースでも、牡蠣の風味を完全に殺すことはないですもんね。いや、なんか本当にこんな韓国料理ありそうって感じのお味かな。ほんとこのソースをまとめて作っとくと、いろんなものに使えますんで、結構おすすめですね。やっぱ僕、音伏せが好き。いや、なんかどうしても、テレビでよく見るような、でっかいブリンブリンの牡蠣。それこそこういった石化とか。こっちももちろん美味しいんですよ。もちろん美味しいんですけど、大きいから美味しいってわけでもないんですね。ここから先は完全なる好みの問題とは思いますけどね。僕としては、ちっちゃい音伏せが好き。
だって甘くて丸い甘いっ子ですもん。いや、そりゃ好きになるわ。でもふわふわも美味しい。あ、でもせっかもうまいな。なんか全部うまいな。どうしよう。ヤンニョム完食。じゃあ次、安定感抜群のもみじおろしネギポン酢。よし、ギリギリ言えた。やっぱうまいね。一気に和だね。もう牡蠣も美味しいけど、ポン酢がうまい。はい、もみじおろしネギポン酢完食。で、ラスト生牡蠣が、鮮魚の炙りのカクテルソースイクラのせいですね。実を言うと、ついこの間、オイスターバーに行ってきたんですよ。で、そこでこのメニューをいただきまして、あ、うまっと思ったんで、今回自分も作ってみました。で、ここからは飲み物を変えようかなと思いまして、生牡蠣といえばこれ、白ワインのシャブリーですね。うまいね。タコのこの香ばしさと、あと食感と、あとイクラのプチプチと、いいアクセント、ほんと。そしてこのソースうまっ。ああ、辛口のしゃぶりがよう合うわ。あ、やっぱ音伏せがうまい。音伏せ好きだな。カクテルソース完食。じゃあ次、しゃぶしゃぶですかね、かきしゃぶ。じゃあ、パッと準備します。せーの、ドン。で、多分ですね、こんだけ生牡蠣食べて、タニヤン当たらんのって多分思われてると思うんですけど、僕自身も当たりませんよって言われたんで、特に気にしてなかったですけど、この本に、解毒とか、腸炎ビブリオとか、あとノロウイルスとか、そういったことを結構詳しく書かれてますね。いやー、これ中身言いたい。いや、面白いわ。でさっき生牡蠣食べてる時に、全然味違うって言ったでしょ。なんかね、養殖の仕方で違うらしいですよ。なんか養殖の仕方とか、養殖の環境とかで全然変わってくるらしいですね。っていう脳書きは置いといて、早速食べていこうと思います。いや、そりゃうまいよね。そりゃうまいよね。火通すと全然違う。食感も味わいも違う。火を通すとこの外頭膜ってとこ。ここがキュッと締まって、なんて言うんやろ。コリコリじゃないけど。うわぁ、表現が難しい。いや、とにかくうまい。で、これがガタのシカメってやつですね。なんかアメリカの熊本ってやつと同じらしいですね。僕はアメリカの熊本を知らないんですけど。うわ、これちっこいけどパワー強いな。うわ、うまっ。最後がガタの地ガキってやつですね。もう牡蠣食べ過ぎてなんか僕もうベロが麻痺してきたのかな。あかん。なんか違いが分かんなくなってきた。全部うまいんですけど。どうしよう。あ、分かんない。でも僕ガタのこの地ガキ結構好き。はい、かきしゃぶ完食。では最後、締めいきますか。いや、もうこんなん絶対うまいやつ。で、こちらがですね、僕がずっとうまいうまいって言った音伏せで作ったお味噌汁ですね。
あ、うまっ。あ、牡蠣うまっ。あ、うまっ。ああ、日本人でよかった。うまっ。じゃあ、あとこれ含めて2、3杯分ぐらいですかね。じゃあ、この辺からラストスパートといきますか。じゃあ、ラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかった。僕、毎年、かき小屋よく行くんですよ。ただ、かき小屋に行くと、その交通手段とかの関係もあって、好きなようにお酒飲めないんですよね。まあ僕なんかはもうすごいお酒を飲むので、家やとこうやって酒飲めるからいいんですよね。っていうのをつくづく思ったかな。で、今回この牡蠣をご提供いただいた海男さんの URL に関しては下の概要欄の方に多分変えていると思いますので、そちらからチェックしてもらえればと思います。いや、本当に美味しいと思いました。で、なおかつ、こんだけたくさんの種類の牡蠣をいっぺん食べれるってなかなかないんで、なんかいろんな違いがあって楽しかったですね。で、今がちょうど牡蠣が一番美味しい時期なので、ぜひぜひご賞味いただければって感じですかね。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。